こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回はうまくいかなくても大丈夫と自分に許可を出してやりながら学ぶというタイトルでお話しします。今回の話は一発でベストに到達しようとはせず、うまくいかないことは学びのプロセスだと考えて、今よりもベターを目指してとにかく行動すること、やりながら間違いながら学んで少しずつベストに近づいていこうということです。勝間和代さんのトークを参考にお話しします。勝間さんによれば、私たち日本人は小さな頃から失敗は許されないという文化の中で育ってきました。失敗することは悪いことだとまで教え込まれてきたので、失敗に対して過度な恐れを抱くようになりました。そのため何かをする際、ベストな唯一な方法で間違えることなく、ベストな結果を出さなければいけないと自分にプレッシャーをかけて、結局は何も行動できなくなってしまいます。しかし、新しいことを始めるときには、最初からうまくいかない方が当たり前です。間違えたり失敗したりして、こういうやり方ではダメだとわかります。そこで次は別のやり方を試してみます。いろいろトライするうちに、こうやればうまくいくというものが見つかって、だんだん上達していくものです。つまり失敗することは学びのチャンスということです。今の状態よりもより良くなるものを見つけたときには、とりあえずはやってみるのが一番です。実践することにより、より深い理解が得られて、今まで見えなかったものも徐々に見え出してきます。やりながら学んでいくうちに、ベターがいくつも積み重なって、少しずつでも楽に前に進めるようになります。ベストな方法を見つけるまでは始めたくないと思えば、いつまで経っても何もできません。どんなにネットで調べても、他人の話を聞いて参考にしても、自分でやってみるまでは実際にそれがどんなものだかはわからないものです。一発でベストに到達しようとすれば、絶対にミスは許されないからと思い、緊張して体もコチコチになります。そんな状態では何をやっても楽しくないし、効率的にやることは不可能です。綿密な計画を立てて、十分準備を整えてからでないと、スタートできないと思うなら、一生何もすることなく終わってしまうでしょう。私は1年ちょっと前にブログを立ち上げました。ブログを立ち上げたのもやりながら学ぶことの重要性を理解できたからです。それまでの私の姿勢は、文章がうまく書けるようになってからブログを始めようと考えていました。文章の書き方についての本をたくさん読んで、読者に伝わるようにするにはどのように書けばいいのか、きちんと学び、書けるようになってからでないと思っていました。しかしある日、とあるインフルエンサーのトークの中で、本気で文章を上達させたければ、書けないうちから一般公開しなければうまくはならない。下手なプライドは捨てて、ゴミ文章でもいいから、とにかく書いてさらけ出せというアドバイスを聞きました。なぜだかわかりませんが、その言葉は私にとってはかなり説得力がありました。もし自分の文章が上達して、外に出しても恥ずかしくないレベルになるまで待つことにしたならば、いつまで経ってもブログは立ち上がりません。そんな日が来る前に私の人生は終わってしまうでしょう。確かに外にさらけ出すことをしなければ
恥をかくこともないから自分のプライドは傷つきません。でも、そんな自分のちっぽけなプライドを守ったところで何かいいことはあるのでしょうか？そんなプライドなど大したことがないと思うようになりました。それよりも自分が今書けるもので OK。ゴミ文章でもいいから、とにかく実践してみる方が大切だと感じました。実践することを頭の中だけで考えるのと、実際に行動を起こすのとでは、全然違う経験や学びができます。しばらくの間、一般公開をしていれば、解析ツールを使用して、ある程度どのような反響があるのかを確認できます。計画中には予想もしなかった気づきを得たり、学んだこともあります。未熟なレベルでも始めてよかったと確信できました。今後も試行錯誤を続けながら小さな学びを積み上げていきたいと思います。気軽にいろいろなことを実践するには、心の中に大前提として、うまくいかなくても大丈夫という自分に対する許可が必要です。さもないと失敗を恐れて手も足も出なくなってしまうからです。最初はうまくいかないのが普通です。試行錯誤をしながらいろいろな方法で試すうちに多くの学びがあり、それにより上達できます。やりながら学べばいいということです。ベストを追い求めるのではなく、小さなベターを少しずつ積み重ねていくこと。このような姿勢であれば、自分にもプレッシャーがかからず、楽に楽しくいろいろなことに挑戦できます。もちろん失敗すれば命を失うというような取り返しのつかないような大きな損失を伴う場合には慎重になることは必要です。しかし大抵のことはそうではないでしょう。ある程度節度のある失敗に対しては失敗してもいいよと自分に許可を出して気軽な気持ちでやってみた方がいいです。そうすることで生きることも楽になり人生もより楽しくなることでしょう。ということで今回はうまくいかなくても大丈夫と自分に許可を出してやりながら学ぶというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。